こんにちは。ゼロから宅建士第4回です。前回は免許の結核自由と5年ルールを整理しました。今回のテーマは皆さん自身がこれから取る資格、宅建士の制度です。登録、宅建士証、そして5人に1人のルールまでまとめて学びます。まず、宅建士になるまでの全体の流れを確認しましょう。ステップは3つです。試験の合格、資格登録、そして宅建士証の交付です。大事なのは、試験に合格しただけでは宅建士ではないという点です。宅建士証の交付を受けて、初めて宅建士と名乗れます。この3つのステップそれぞれに試験で狙われるルールがあります。ステップ1の試験合格には有効期限がありません。一度合格すれば、不正で取り消されない限り、効力は一生続きます。ステップ2の登録には、2年以上の実務経験が必要です。実務経験が足りない方は、登録実務講習を修了すれば登録できます。登録の申請先は、自分が試験を受けた都道府県の知事です。登録にも有効期限はなく、消除されない限り一生有効です。登録にも結核自由があります。中身は前回の免許の結核自由とほぼ共通です。破産して復権を得ないものや、禁錮以上の刑から5年以内のものなどは登録できません。3つの理由で免許を取り消された場合の5年ルールもそのまま登録に使われます。注意したいのは未成年者の扱いです。免許と違い、営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録できません。法定代理人がクリーンでも登録できないという点が免許との違いです。また、事務禁止処分の期間中に自分から登録を少女した場合、その期間中は再登録できません。ステップ3の宅建士証です。交付するのは登録している都道府県の知事です。有効期間は5年で申請すれば更新できます。交付や更新の際は、知事が指定する法定講習を受ける必要があります。この講習は、交付の申請前6ヶ月以内に受けたものに限られます。ただし、試験合格から1年以内に交付を受ける場合は、講習が免除されます。5年、6ヶ月、1年以内という数字が、そのまま出題されます。宅建士証には提示のルールもあります。重要事項の説明をするときは、相手から請求がなくても必ず提示します。それ以外の場面でも、取引の関係者から請求があれば、提示しなければなりません。重要事項説明の際の提示をとだると、10万円以下の過料の対象になります。重説は、請求がなくても提示と覚えておきましょう。登録した内容が変わった時のルールを2つセットで覚えましょう。まず、変更の登録です。氏名や住所、勤務先が変わったら、状態なく申請します。これは義務です。次に、登録の移転です。他の都道府県の事務所で働くことになった時に使えます。こちらは義務ではなく任意です。変更は義務、移転は任意と単位で覚えてください。単に住所が他県に変わっただけでは移転はできません。勤務先が基準です。また、事務禁止処分の期間中は登録の移転を申請できません。移転後に交付される宅建士証の有効期間は前のこの残りの期間です。宅建士証を手放す場面のルールも整理しましょう。事務禁止処分を受けたときは、早やかに宅建士証を提出します。提出先は、その賞の交付を受けた都道府県知事です。禁止期間が満了すれば、返還を請求して取り戻せます。一方、登録が消除されたときや、賞が失効したときは、速やかに返納します。提出と返納という言葉の使い分けまで、試験では問われます。ここからは、宅建業者側に課される義務です。宅建業者は、事務所ごとに成年者である専任の宅建士を置かなければなりません。
人数は業務に従事する者5人に対して1人以上の割合です。営業の担当者だけでなく、事務など宅建業に携わる人も5人の分母に含まれます。契約の申込みや締結を行う案内所などには、少なくとも1人の専任宅建士が必要です。専任とは、その事務所に常勤して宅建業に専念していることを言います。専任の宅建士が退職などで規定の数を下回った場合はどうなるでしょうか。業者は2週間以内に補充などの必要な措置を取らなければなりません。さらに、専任宅建士の氏名は免許の申請書に記載する事項です。変更があったときは30日以内に免許検査へ変更の特筆が必要です。2週間で措置、30日で特筆とセットで覚えてください。なお、宅建士である個人業者や法人の役員は、その事務所の専任宅建士とみなされます。登録を受けた宅建士の側にも特殊のルールがあります。本人が死亡した場合は、相続人が特筆をします。期限は、死亡の事実を知った日から30日以内です。破産など結核事由に当てはまった場合も、30日以内に本人などが届け出ます。特筆先は、登録をしている都道府県の知事です。知った日からという起算点は、死亡の場合だけの特別ルールです。今日出てきた数字を1枚の表にまとめます。宅建士証は5年、法定講習は申請前6ヶ月以内です。合格から1年以内に交付を受けるなら、講習は不要です。専任の宅建士は、事務所は5人に1人以上、案内所等は1人以上です。かけたら2週間以内に措置、特筆は30日以内です。この巻の数字はどれも本試験で繰り返し問われています。ここで今日のクイズです。宅建士に関する記述のうち正しいものはどれでしょうか。A は合格した試験地以外の知事にも登録を申請できるです。B は専任の宅建士が不足したら30日以内に補充すればよいです。C は合格から1年以内の交付申請なら法定講習は不要です。少し考えてみてください。正解は C です。試験合格から1年以内に交付を受ける場合は法定講習が免除されます。A の登録先は試験を受けた都道府県の知事に限られます。B の補充は30日以内ではなく2週間以内に行う必要があります。今日のまとめです。宅建士には合格、登録、宅建士証の交付という3つのステップでなります。宅建士証は5年間有効で、交付には法定講習が必要です。合格後1年以内なら免除です。専任の宅建士は5人に1人以上、かけたら2週間以内に措置です。数字を中心に繰り返し確認しておきましょう。次回は営業保証金を取り上げます。供託金1000万円の仕組みと、還付や取り戻しの手続きを解説します。数字の暗記がそのまま得点につながる、対策しやすい分野です。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。なんだ、こんな短歌に全土とね。それでは次回お会いしましょう。